森長吉の西郷。どうする家康に学ぶ日本史。壮絶な闘志を遂げた鬼武蔵。森長吉の一家は弟森蘭が本能寺の変で織田信長と共に討ち死にしたのをはじめ、皆がそれぞれ壮絶な最後を遂げている。森長吉の最後を詳しく見ていこう。森長吉は1558年永禄元年、父森吉成と母妙高尼の間に生まれている。父の吉成は美濃出身の武将で、裏切り者の多い織田家にあって信長を支え続けた重臣である。桶狭間の戦いで吉成は馬に乗ったまま今川義元の本陣に突入して目覚ましい活躍を見せている。しかし浅井朝倉軍との滋賀の陣で父の吉成は敵の京都侵入を防ぐために一命を落としている。また母の妙高尼は熱心な一向宗の信者で、信長と石山本願寺との間で繰り広げられた石山戦争を仲介して和睦させた女の強者である。父の吉成には六男三女がいたと言われるが、長男の義高が戦死していたために家督はわずか13歳の長吉が継いでいる。長吉の通称は勝蔵だが、一説には信長に気に入られ長の一字を拝命して長吉と名乗ったとも言われている。長吉は武田攻めでは織田信忠に従い、信濃飯田城、高遠城攻めで活躍した槍の名手であった。そのために森武蔵守長吉は鬼武蔵と敵から恐れられ、父に劣らぬ猛将ぶりを発揮した。森家は信長の信任も厚かったが、本能寺の変ではすぐ下の三男蘭丸をはじめ、四男坊丸、五男力丸の弟たちが信長に従って3人揃って殉死している。弟たちが本能寺で討ち死にすると、長吉は妻が池田恒興の長女であったために恒興に従って羽柴秀吉に組みしている。一方、本能寺の変の後に秀吉が急速に勢力を拡大したことを危惧した徳川家康は信長の次男信夫と組んで秀吉に対抗する。1584年天正12年3月から11月にかけて、小牧・長久手の合戦は織田信夫の両国である尾張と伊勢を主戦場に、羽柴軍と徳川・織田連合軍との間で行われた。共に美濃国内の領主である池田恒興と森長吉は当初は徳川方に組みする姿勢を見せていたが、戦が始まると秀吉側についた。なぜなら秀吉が10万を超える兵士を動員したのに対して、迎え撃つ家康・信夫連合軍はわずか3万であったからである。秀吉側の先陣を務めた森長吉は羽黒に陣を引いた。図1。兵力では圧倒的に不利な家康・信夫連合軍だが、酒井忠次が敵の規制を削ぐために羽黒へ5000の兵力で夜襲を敢行する。長吉は急を突かれて退却したため、
家康は以前に信長が城を築いていた尾張北部の要衝小牧山を占領する。小牧山はわずか85メートルの小山だが、尾張平野を一望できるために家康はここに堅固な要塞を再構築して本陣とした。図2。犬山城に入った秀吉は仕方なく小牧山から少し離れた楽田に10万の兵士と陣取って本陣としたため、両者は1週間ほど睨み合いを続けている。この時に榊原康政が秀吉を非難する高札を各所に立てて秀吉を激怒させている。池田恒興と森長可は羽黒での雪辱と膠着状態を打開するため、徳川方の三河を攻撃する作戦を提案する。秀吉はこれを入れて羽柴秀次を総大将にして、恒興を先陣に長可、堀秀政、そして秀次の順で約2万の兵士を4月6日夜に三河方面へ出動させた。図3。ところがこの動きをすぐに察知した家康は榊原康政に4500の兵士を授け先行させる。さらに家康は自らも9000の兵士を率いて小牧山を密かに出陣する。9日未明に長久手付近で野営していた総大将の秀次軍に榊原康政隊が夜襲を仕掛けた。この奇襲によって秀次勢は壊滅。秀次は自身の馬を失い、共回りの馬で何とか逃げ延びることができた。秀次敗走の事態を知った先頭を行く恒興と長可は引き返して9日午前10時頃に徳川本隊と激突する。戦闘は2時間余りも続き、一進一退の攻防が続き、長可は前線で指揮して奮戦する。しかし敵の標的となった森長可は眉間を鉄砲で撃ち抜かれて即死、壮絶な最後を遂げた。享年27であった。そして長可の死で左翼が崩れた軍勢を立て直そうとした池田恒興と嫡男の元助も共に徳川勢に討ち取られている。そのために秀吉方は総崩れとなり、徳川軍の死者600に対して羽柴軍は2500となった。長可は討ち死にする日の朝、娘たちは武家ではなく医者に嫁がせよと遺言していたという。やはり全ての子や兄弟を戦死させ家計が断絶するのは忍びないと長可は思ったのだろうか。長可の願いが叶い、男子で唯一生き延びた弟で六男の忠政の子孫は播磨赤穂の藩主として江戸時代も存続している。この小牧長久手の合戦は結局勝負がつかずに両者痛み分けとなった。しかし秀吉が家康を倒せなかったことで、その後の政局に大きな影響を与えるのである。